こんにちは、ちいえかだわん。こんにちは、このみだわん。前回は日本にしかいない犬種についていろいろ知ることができて、とても勉強になったよ。前回は日本にしかいない犬種や知見について紹介したよ。今回は大型犬の性格、特徴、病気、しつけ、年間費用について紹介していくからぜひ聞いてほしいな。大型犬について詳しく知れそうだね。大型犬について詳しく紹介していくから楽しみにしててほしいな。今回も興味深く聞いているね。大型犬ってどんな性格や特徴をしているの？大型犬は聡明で穏やか、明るくて人懐っこい犬種が多くて、しつけやすいって言われているんだよ。大型犬は学習能力が高くて、友好的でフレンドリーな犬種が多いのも特徴なんだ。頭が良くてフレンドリーって憧れるな。ママたちへの忠誠心が強い犬種が多くて、ペットとして飼いやすいから人気があるんだよ。大型犬の犬種の中には、甘えん坊で寂しがり屋な犬種もいるから、できるだけ一緒に入れる時間を作ってほしいな。大型犬で甘えん坊ってなんだか可愛いね。そもそも大型犬の基準は日本では明確ではないんだけど、アメリカでは標準体重が約20から 40kg の犬種のことを指すんだ。へ、知らなかったよ。大型犬を飼う際の注意点についても紹介するね。どんな注意点があるの？大型犬を飼う場合は家の中にそれなりのスペースを確保しなければならないんだ。大型犬は体が大きいから食事やトイレ、サークルやベッドなど大型犬が過ごす十分な広さを確保できるかを事前に確認してから飼い始めてほしいな。確かに私たち犬もちゃんと生活スペースはママたちに確保してほしいもんね。大型犬がリラックスして体を休める場所まで作ることを考えると、1部屋分の広さは確保した方がいいんだよ。それならやっぱりマンションじゃなくて一戸建てが良いの？マンションによっては犬のサイズが決まっているところがあるから、大型犬かの物件かどうかを確認してほしいんだ。大型犬を飼うことができるマンションって多いの？大型犬を飼うことができるマンションは少ないから、一戸建てで飼うことも視野に入れてほしいな。一戸建てなら広いスペースを確保できそうだね。大型犬と旅行するときも注意する必要があるんだ。どんなことに注意するべきなの？大型犬を旅行に連れて行く場合は車で移動するのがベストだよ。電車や船などの公共交通機関は各社でルールが違うから、事前に交通機関の規定を調べる必要があるんだ。確かにいきなり大型犬を連れて行ったら周りの人がびっくりしちゃうもんね。ちなみに新幹線を含む JR 線はペットを入れるキャリーケースと、ペットの重さを合わせて 10kg を超えてしまうと、乗せることができないから大型犬は乗ることができないんだ。じゃあ飛行機とかはどうなの？大型犬と旅行で飛行機に乗る場合は、貨物室に預ける可能性が高くなるんだよ。ただ、航空会社によっては犬の大きさに制限があって、受け入れをしていない場合もあって、国内線や国際線でもルールがまた違ってくるから、あらかじめ航空会社の規定を確かめておく必要があるんだ。大型犬と旅行するときは車で移動する以外はきちんと調べてから交通機関を利用した方が良さそうだね。もし旅行先に大型犬を連れて行けない場合は、ペットホテルに預ける手があるよ。大型犬を飼ったからといって、ママたちは旅行を諦める必要はなくて、柔軟に選択肢を広げると充実したドッグライフを送ることができるんだ。私たちが気になってママたちが旅行を楽しめないのはすごく悲しいから旅行を楽しんできてほしいな。じゃあ次は大型犬のしつけについて紹介していくね。大型犬のしつけって何をすればいいの？大型犬は聡明な犬種が多いから、正しいしつけを行うことでママたちだけでなく、他の人に対しても従順で飼いやすい犬に育つんだよ。賢いって良いことなんだね。ママたちとのコミュニケーションを子犬のうちからしっかりと行うことによって、さらにしつけやすくなるんだ。特に子犬の時期は物覚えが良いから、新しい習慣に対応しやすく、なるべく早いうちからきちんとしつけをするといいんだよ。子犬の頃からのしつけがすごく大事なんだね。あとは大型犬は力が強くて運動量も多いから、散歩の時間を多く取る必要があるんだ。犬種や個体にもよるんだけど、毎日朝晩30分から1時間程度の散歩が必要なんだよ。運動をたくさんすることであのたくましい体が出来上がっていくんだね。室内や小さな公園でも運動量を確保できる小型犬と違って、大型犬はドッグランを利用するのもおすすめなんだ。ドッグランで大型犬が駆け回ってたら
なんだか勇ましいよね。でも大型犬って特殊なしつけが必要なの？基本的には他の犬と同じだよ。待て、座れ、などの基本的なしつけは子犬の頃から覚えさせる必要があるし、飼い主の隣を歩くトレーニングをすることで、車道への飛び出しや通行に他の犬への飛びつきを防げるんだ。子犬の頃から噛み癖がある場合は早めに対処して直していくことも大切だよ。私たちとそんなに変わらないんだね。他にも、しつけに成功したら褒めてあげたりご褒美のおやつをあげること、しつけの過程で感情的にならないこと、しつけの時間を楽しい時間にすることも肝心なんだ。しつけされる犬にとっても、しつけが嫌なものと捉えられないようなやり方が大切ってことだね。そうだね。じゃあ次は大型犬にかかる費用について紹介していくよ。大型犬にかかる費用ってどれくらいなの？まず大型犬にかかる初期費用は、畜犬登録で3000円前後、狂犬病の予防接種で3500円前後、混合ワクチンで8000円前後、サークルやトイレ、食器、フード、日用品などに4万円前後かかるんだ。だいたい総額で5、6万円ぐらいかかるんだね。最初に揃えたものだけだと足りないから、他にも首輪やリード、ブラシや爪切りも必要となってくるよ。そうなんだね。じゃあ年間費用はどれくらいかかるの？大型犬にかかる年間費用は75万円前後と言われているよ。結構高いんだね。ママたちのお給料の3ヶ月分くらいかな。どうしてそんなに高いの？内訳はフード、おやつ代で約15万円、医療費が約12万円、しつけやトレーニング料が約8万円、ペット保険が約7万円なんだ。食費がすごくかかるんだね。大型犬は体が大きいから、それだけ食べる量も多いんだよ。だから必然的に食費がすごくかかってしまうんだ。大型犬を買うには経済的にある程度ゆとりを持ってから買う方が良さそうだね。初期費用と年間費用は結構かかるから、お金に余裕を持たせて飼い始めてほしいな。じゃあ次は大型犬が発症しやすい病気について詳しく紹介していくよ。大型犬はどんな病気を発症しやすいの？まずは股関節形成不全だよ。生後1年以内に発症することが多くて、急速に成長する大型犬によく見られるんだ。股関節の発育不全や大腿骨の変形が起こって、歩く時に腰が左右に触れたり、歩幅が小さくなるんだよ。歩くのが大変そうな病気だね。次は拡張型心筋症だよ。心臓の心筋が弱くなったり、薄くなったりすることで十分に心臓が収縮できず心室が拡大してしまうんだ。元気がなくなったり、食欲が低下したり、呼吸数が増えたり、咳や腹水が見られるんだよ。すごく苦しそうな病気だね。最後は前十字靭帯断裂だよ。後ろ足の膝関節に前十字靭帯があって、大腿骨と脛骨をつないでいるんだ。肥満や老化、外傷などによって膝に負担がかかると断裂してしまうんだよ。突然、後ろ足を床につかなくなったり、痛がったり、膝関節の内側に腫れが見られるんだ。すごく痛そうな病気だね。他にも、胃粘点や腸閉塞、甲状腺機能低下、骨肉腫、変形性骨関節症などがあるから、いつもと違う様子を見せたらすぐに近くの動物病院を受診してほしいな。早期発見と早期治療が大切だね。最後は大型犬の平均寿命について紹介していくよ。大型犬の平均寿命はどれくらいなの？大型犬の平均寿命は11から12歳前後と言われているよ。中型犬が13歳、小型犬が14から15歳と言われているから、大型犬の平均寿命はやや短めなんだ。どうして大型犬の平均寿命は短いの？大型犬は体が大きいから小型犬よりも成長スピードが速いんだよ。それに、大型犬は小型犬よりも細胞分裂を多く行うからがん細胞の発生率が高くなってしまうんだ。他にも、大型犬は体に対する臓器の比率が小型犬よりも小さくて、負担がかかりやすいんだ。小型犬よりも体に負担がかかって、病気が発症しやすいってことなんだね。でも、最近は医療が発展したから大型犬の寿命も長くなってきているんだ。だから、食事や運動など健康に気を使ってあげて、長生きするためのお手伝いをしてほしいな。これは私からもぜひお願いしたいな。今回は大型犬について詳しく紹介してきたよ。大型犬についてよくわかった。大型犬の特徴から、しつけの仕方まで知ることができたよ。大型犬は体が大きい分、年間費用はかかってしまうけど、
聡明でママたちに忠実だから一緒に過ごす時間は楽しいよ。それに運動量が多いから一緒に散歩したり、ドッグランでたくさん遊ぶことができるんだ。大型犬を飼うときはきちんと調べてから飼い始めてほしいな。この動画では他にも犬の動画を投稿していくから楽しみにしててほしいな。この動画を見て新たな情報や感想があったら、気軽にコメント欄に書いてくれると嬉しいよ。この動画が参考になったと思う人はぜひ、高評価とチャンネル登録を押してくれると嬉しいな。では、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。